いやもう最後にもう1回だけ言わせてください。これ200円ですよ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回は激安の水流分散版のご紹介をします。これね、かなり以前に購入したもので、実は全く期待してなかったんですよね。ただこれいい意味で期待が裏切られました。はい、これ本当にいい商品で、まずはね、金額から発表したいと思います。こちらですね、205円税込みとなります。いやもうこれね、もはやただっていうレベルですよね。もう今何でもかんでも物価高じゃないですか。そんなね、我々庶民の味方である今回この商品で、今回はですね、私の中でもぜひご紹介したいもので本当におすすめになります。でそもそも水流分散板って何なのかっていう話だと思うんですが、これはパイプの突出口から出る水流を弱めたり調整するパーツです。でこれなんで私今回買おうと思ったかというと、エーハイムのプロフェッショナル2271、これがね強い水流のままだったんですよね。90センチ水槽というかなりね大きな水槽なんですが、やっぱり水流が強くて魚には負担になるということです。ただですね、付属のシャワーパイプっていうのは見た目が微妙ですし、はい、でこちら見てください。エーハイムのナチュラルフローパイプです。いやこれですね、近所のショップで買ったら2000円ぐらいしたんですよね。で何よりこれ見てください。見た目がでかくていけてないということなんですよね。一応エーハイムのこのパイプもですね、角度を変えたりとか一応できるんですよね。いやただこれなんせでかい。なのでこれつけるにしても、90センチ水槽でなんとかギリギリぐらいのこのサイズ感ですかね。60センチ以下とかだとやっぱ目立ちすぎてもう腹が立つレベルなんですよね。でもう一つこちらネオフロープレミアムという商品になります。これ以前ご紹介したんですが、油膜除去、エアレーション、水流コントロールで透明のパイプ付きというね、いやこれもめちゃくちゃいい商品なんですが、やっぱりこれね L サイズで6000円もするということで、物自体はいいんですが、値段が高すぎるんですよね。アクアリウム始めた頃は次々とこちらを買っていたんですが、今は私コスパ重視です。とりあえず水流を弱めることができればそれでいいと今は思っています。ということで、前置きはほどほどに早速ご紹介したいと思います。今回私が購入したのはこちらになります。いやめちゃくちゃシンプルな外観ですよね。包装もね本当にシンプルで、でもこれ皆さんなんせ200円なんで、いやこんなもんですよ。はい、こちらはですね、水流分散板チョイスというブランド、メーカーですかね、から出ているものになります。包装なんてね、どうでもいいという無駄をカットしたこのデザイン。私がですね、待っていたのは本当にこんな商品なんですよ。で、原価なんてわからないですけど、アクアリウム用品で200円なんてね、なかなか皆さんないですよね。はい、では早速開封していきたいと思います。こんなね、そこら辺に転がってたらただのゴミと間違って捨ててしまうような、そんなレベルのね小さなパーツになります。はい、今回購入したのはこちらです。これで全パーツです。いやもうこのパーツ3つで200円っていうね、もはや潔さまで感じるほどのこのシンプルさですよ。はい、ということでまずはスペックのご紹介をしていきたいと思います。ブランド、メーカーですかね、チョイスというところです。でこちら用途はですね、水流を分散するということで、適合パイプ外径が16あるいは 22mm の兼用です。で価格が205円プラス送料、私の場合は700円ぐらい送料かかります。ということで以上です。スペックなんてこんなもんですよ。最高にシンプルな製品ですよね。でパーツが透明でサイズも小さいため、水槽内でも目立ちにくいものになります。いやー本当にね、こういうのを待ってたんですよ。でパイプの口径によって2つのこのクリップっていうのを使い分けることになります。でその先に取り付けるこちら水流が当たるパーツは、先がフォークのように切れ込みがこのようにあります。ですのでパイプから出た直線的な水の流れっていうのをそのフォーク状の形状のところでうまくコントロールするものになります。また鍵爪のような形状で角度がついているっていうことで、そこに水が当たるんですよね。でそれによってドーム状に水を水面に押し上げることで水流を弱めると、そんな風な商品になります。説明書には溶存酸素量も上げるという記載があるんですが、これはそんなに変わらないんじゃないかなと予想はしています。いやこんなもので水流が変わるのかと怪しんでいるそこのあなた、とりあえず結論出す前に一旦ねチャンネル登録をしてみてください。
はい、それでは次に行きたいと思います。次はパーツを組んでみたいと思います。パーツ組むって言ってもね、この3つだけですので、今回のパイプ外径は 22mm ですので、大きいフックを使います。組み方は至って簡単で、このへこんでいる部分に、このフックをかませるというだけになります。でね、これがね、やってみたらわかるんですけど、いやー、これなかなかね、奥までいかず、意外と難しいんですよね。説明書にはこれあまり回転させると脆くなってしまうので、押し込むようにと記載がありました。これ本来ならもっと奥まで差し込むことができるはずではあるんですが、ちょっと私なかなかねこれ硬くて、奥まで入らないんですよね。結構これ頑張ってね力で押し込んでるんですが、なかなか奥まで入ってきません。正直200円なんで、それほどね精密なものではなくて個体差があるって考えられるかもしれません。はい、でなんとかね奥まで入れることができました。結構力は加えました。1回入れるとかなり硬くなりますので、パイプ系をね何度も変えたりすると、もしかしたらこのプラスチックの部分すぐに壊れてしまうかもしれません。はい、では続いて水流のチェックをしていきたいと思います。適当に切ったメラミンスポンジで水流のチェックをしておりますが、どうでしょうか。いやー、分かりにくい。はい、もう全然これね、正直分かりにくいですよね。本来なら空の水槽とかで検証すべきではあると思うんですが、空きがね、今回ないので、こちらでご勘弁いただきたいと思います。いや、ちょっとね、生態もびっくりしてますよね。はい、ごめんなさいね、お魚さんたち。でも、ただのパイプだとやっぱりね、かなり水流が強いっていうのは、なんとなく分かる気はします。分かりにくかったと思いますので、別角度でもう一度見てみたいと思います。はい、やっぱりね、パイプから直接この直線的な水流なので勢いが強いですよね。はい、では次に水流分散板を取り付けたもので試していきたいと思います。付け方は至って簡単で、パイプの先にですね、はい、こんな風に先ほどのクリップを止めていくということです。こうやって見てみると、この水流、見た目的にも全然違うのが分かりますよね。いや、しかもね、これ小さくて透明ですので、水の中で全然目立ちません。はい、ではこちらも同じくメラミンスポンジを入れてみたいと思います。分かりにくい。はい、一応ちょっと分かりにくいので、念のため別角度からもう一度やってみたいと思います。こうやって見てみると、先ほどよりはその場にとどまるスポンジが多い気がしますので、若干弱まった感じしますかね。はい、画面中央のこのドーム状に盛り上がっている部分を見ると、これよくわかるかと思います。正直ですね、エーハイムと比べるとやっぱり水流はねこっちの方がなんとなく強い気はするんですよね。はい、ただ皆さん忘れてませんか？こちらの商品、とにかくなんせ200円ですから。いや、もうそれが最大の特徴ですよね。こんな風に水面を強く揺らすため、溶存酸素量の増加にも効果はありそうですよね。その分 CO2 は抜けやすくなるとは思いますので、そこはね仕方がないのかなというふうには思います。あとは何と言ってもこの目立たないクリアな感じ、いやこれが本当にいいですよね。はい、でこれさらに工夫することができて、例えばこれねパイプにクリップで留めてるだけなので、回転させたりっていうのも自由にできるんですよね。ですので水流を左右好きな向きに変えたりとか、そんなこともできますし、逆にこれ上下反転させることで下向きの水流にするとか、そういったことも可能になります。でそうすることで水面は揺らさず、逆に CO2 の抜けとかを減らすことなんかもできるかもしれません。いやー、こんな素晴らしい商品、もう一度言います。200円ですよ。はい。で、取り付ける位置をですね、もう少しパイプの先の方にしてみました。でそうするとこれどうでしょうか。はい、パイプの先の方につけると水流がさらに弱く、で奥に差し込む、押し込むと強くなる感じがします。あとはパイプをこのように水面から出すと、より溶存酸素量とかは増えそうですよね。これ先のギザギザ部分っていうので水流を拡散しているっていうのがこれ見てわかるかと思います。
いやこれこんなシンプルな作りなんですが、これアイデア次第で使い方は結構これ無限大と言いますか、いやたくさんこれありますよね。いやもう最後にもう1回だけ言わせてください。これ200円ですよ。いやもうこれ今年買ってよかったものランキング、作ったらですねかなり上位かもしれませんね。はい、ということで今回は激安で水流を調整できるパーツをご紹介しました。チャームさんで私購入しまして、送料合わせで買うのに結構ねぴったりな商品だと思います。かくいう私はですね、実はこっちが欲しかったので送料合わせで別に5800円分を購入をするということになりました。はい、送料合わせの概念がねぶち壊されたということになるんですが、いやそれぐらいねこれ本当に私今回おすすめの商品で、水流自体はやっぱりね、若干こう強めというか、かなり弱くするっていうのはできないんですが、皆さんなんせこれ200円ですから、いやもう何回言ったこれ、いやもうほんまにね実質タダですからね。はい。で、チョイスさんと言いますとですね、このパーツ以外にも結構ね、いろんな特殊なこうニッチなパーツっていうのを結構発売、売られてるんですよね。なんでその辺ももし、今後、良ければ購入とかご紹介とかするかもしれません。はい。ということで、今回は激安の水流分散版のご紹介をさせていただきました。いや、本当にこれ皆さんおすすめです。はい。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。